できる真面目にやったんだよ。いけそうだけど。いけるよ。これいけねえとやばいんだ。はい、どうも、気づきの人の伊沢です。大好きですです。カメラです。山本です。特許を取ってみよできんのかい。う。イェイ。特許ご存知ですか、菅井さん。おまめされないためのなんとかみたいなやつです。はい、そうなんですよ。今回はそれを取ろう。おお。シンプルだね。はい、特許を含めて、産業財産権と呼ばれるものが4つありますので、はいちょうど4人いるじゃんということで。4人集めた方がいいの。全部取っちゃおう。全部取っちゃうの。全部取っちゃうの？だいぶだね。伊田さんわかりますか？産業財産権4つ。あ、産業財産権。特許権、実用新案権、意匠権、商標権ね。おお、すごい。今のを1週間で考えてきてください。待ってくれよ。1週間でできるわけないだろ、発明が。頑張りましょう。いや、無理だって。何を言ってんの？どういうこと？東京特許許可局を通過できるのかや。東京特許許可局は実在しない。あかんだ。ということで、今回ですね、特許庁さんのご提供ということですので、マジかよ。はい本物じゃん。皆さんが考えたアイディアを実際に申請したら権利が取れそうかどうかというのを、特別に担当者さんに判定してもらおうと思います。あ、すげえ。もし取得できそうという案が出ましたら、実際に出願しようと思っていいんかい、それ。菅井さんには特許権を、ストレート。特許取る人だ。川村さんには実用新案権を、なんだろう。伊沢さんには意匠権を、意匠権。山本さんには商標権を目指してもらいます。何作ってくるかわかんないもんね、俺今のところ。そうね。発明すればいいんでしょ、菅井さんは。そう。それはちょっと待って、無理。何すりゃいいんだ。これだってわかんないんだよな。ちゃんと調べなきゃね。調べるのも含めて1週間でやってもらおうと思いますんで、はい。 1週間後にすごい。1週間経ちました。考えてきましたか？はい。よし。ではそれぞれ見ていきましょう。はい。菅井さんがまず特許権ですね。はい。お。特許権について判定いただくのは特許庁の藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしお願いしま。ますす。本物です。間違いない。来るのここに。我々が行くべきじゃなかった。そうだ。まずは菅井さん、はい。特許権とりあえず説明してもらえますかね。特許権は発明に対して与えられるものなんですけど、で発明っていうのは自然法則を利用した技術を作るやつの中の高度のもの、高度な自然法則じゃないといけません。どっからがコードなの？わかりません。簡単に思いついちゃダメってこと。だから物を落とすとかでは高度ではないんじゃないでしょうか。なるほどね。なるほどね。私が考えてきたのは超電導式浮上キックボードです。得意分野から持ってくるのがよかろうと確かにね。思いまして、超電導っていうのはピニング効果っていう現象が知られておりまして、ピン止め効果だ。そうピン止め効果です。磁石と超電導体の距離が固定されるというような効果があるんですね。でそれを利用して浮上し続けるキックボード、車輪なしでいける、こう思いました。ああ、もうそんなことはないね、確かに。で地面に磁石が大量にそうだよね。埋まっている必要がございますけど、いやそれも含めてということで、その専用のエリアが全部磁石付きの地面になっています。キックボードに超電導体が積まれていて、で超電導冷えなきゃいけないんで液体窒素とかを入れとくんだけど、このキックボードとかに冷えたまま持続できるようにしてっていう、その魔法瓶の技術も申請すればいいかよかろうと。できそうなんですか？作ったらできると思います。お乗って落ちないかとかはその超電導体の量と磁石の距離とか磁石の量とかの関係になるだけなので、それは作ってうまくいくか。なんか説得力あるね。はいあるね。いいじゃんいいじゃん。通りそうな気してきた。これ通っちゃったら俺だいぶやりづらいんですよ。果たして特許権取得になるか。なるか。では藤さん、いけそうか厳しいかどちらか判定をお願いします。厳しいです。ノータイム厳しい。特許が認められるためには様々な要件をクリアする必要があります。で今回の場合は新規性といって今までにない新しいものかどうかというものに絞って検討したいと思います。実はですね、菅井さんが考えたようなアイデアはすでに存在します。実際に作られてもいて、インターネットで検索すると出てきます。そうなんだ。はい全然知らなかった。そういった文献でも新規性を否定する証拠となります。おー。ただもう絶対これからダメっていうわけではなくて、例えばその考えていただいたようなこのボードを少し小型化してみるとか、超電導体を効率的に冷やすシステムとか、もうちょっと技術的に何か加えたりすると特許になる可能性は出てくると思います。なるほどね。プラスワンだ。ごめんなさい。実はあることは知ってたんだけど、
それスケボー型だったんですよ。キックボードになってます。これどうですか？ちょっとその新規性ともう一つですね、進歩性という文献から容易に考えつくかどうかっていうところも実は審査対象となりますので、厳密にはその担当技術分野の審査官の判断ということになりますけれども、単なる浮くボードとキックボードと私としては大きな差はないような気がいたしますので、進歩性の面ではちょっと厳しい可能性はあるかなと思います。そういうことなんですね。思ったより厳しい。いや厳しすぎるだろう。だけどでもこれによって他のやつが守られてるってこと。そういうことね。同じすぎるだろうってやっぱ思うもんな。超高効率な冷却システムが作れればいいわけですか？はい、お待ちしてますので。だから本当に特許を持ってる人だって相当すごいですね。相当すごいね。続いて川村さん、実用新案件ですね。はい、実用新案の河村です。実用新案件というのはですね、物品だから物の形とか構造とか組み合わせに関する考案。だから新しいものを考えてきてくださいねという。むずいね。むずいんだけれども、ちょっとした工夫でもらえることがあるらしいというヒントも得てきたんで、取りやすいってこと？取れるんじゃねえか。取れるんじゃねえかでは発表お願いします。な。はい。よいしょ。どうした？よし。なんだなんだ。来い来い来い。物品だからさ、おお。見てもらわないといけないんですよ。ちょっと外に出ますね。どういうこと？どういうこと？わあ、もう両手が塞がってるよ。わあ、この部屋暗いな。こうやって閉めて電気こうやって押さなきゃ。困りましたね。はい。あるよ。あるでしょ。両手塞がってて肘でボタンを押すのよ。みんな。あるある。私の実用新案はですね、ドアを開けると押されるボタンでございます。電動のスイッチですね。電気のスイッチをここに置くことで、これで取れるんじゃないかな。なんかいいねそれ。はい途端にいいよ。この部屋が暗いとしますよ。なるほどね。そうなの？わざわざ出た。暗くて何も見えないな。いいねね。わあ、暗いわ。電気つけなきゃ。これでついつきましたた。そこに電気ついてる見たことないスイッチ。さあ果たしてこれが実用新案件取得できるのか。初めにやったんだよ。いけそうだけど。いけるよこれいけねえとやばいんだ。特許庁の富士さんに判定をお願いします。いけそうです。そうだ。実用新案件というのは書類が法律に従って作成されているか、実用新案件の保護対象になるかなどといった審査のみが行われます。はい先ほどの特許のような新規性といった具体的な要件の審査がありません。取ることは特許よりもやりやすい。そうですね。で今回の川村さんのアイデアは実用新案件の保護対象となりうるものだと思いますので、その点について登録はできそうだと思います。ただ同じことをもし真似している人とかがいたとした時に、この実用新案件を持ってるだけでは警告のようなことはできなくて、もし警告をしたいっていうことになると実用新案評価書というものが必要になります。でそちらにつきましては新規性があるかとか進歩性があるかといったような厳しい審査がそこで入ります。教科書いけそう。軽く調べた感じですと、家のドアで全く同じ場所にそのようなスイッチを設けたっていう同じものは見つかっていないので、もしかすると特許出願しても通る可能性もある。出す。僕はいける。高度な自然科学。去年のでかすぎた。これは素晴らしい。すごい。続いては伊沢さんがやってもらいましょう。証券をやらせていただきます。はい。衣装券の判定員は奈良さんです。よろしくお願いします。お願いしおま願いします。伊沢さん、衣装券というのは衣装券というのは物の形とか模様、そして色彩といったデザインを守る権利のことになります。ということはですよ、物を作らなきゃいけないしかもね、量産可能である必要がある。これが大変だった。僕が提案するのは早押しボタンでございます。早押しボタンって結構デザインがね固定化されてるじゃない。まあそうね。ただあれ相当よくできてるんで、場所を限定しました。はい。学校の教室で授業のために使う早押しボタンです。まずはデザイン見ていただきましょう。はい。ドン。これです。何これ？タイマーみたいな。そうですね。タイムが出るタイプの早押しボタンになります。先生がパソコンで操作するわけですね。
スタートボタンを押します。うんそうするとカウントがスタートしてボタンを押すとカウントストップされる。で先生がそのタイムを見ると。なるほど。誰がどれぐらいで押したなというのが一括で確認できるし、生徒同士でも誰が一番早いかをお互いに確認できるという形になってます。教室でクイズ以外のことにも使えるような早押しボタンということでこれを作りました。いいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。頑張りました今回。だいぶ頑張りました。かつ下見てください。あれはタイマーのところに実はシャッターがついてまして、はい。閉められます。おう。タイムを伏せた状態で使えるようにもなるといったあところで教育現場配慮ということになっているんですね。真面目にやればできますじゃあデザインですって聞いたからなんかひどい絵が出てくるもんだと思っ私の芸術性というのは大量生産できないんですね大量生産できるのはセンスじゃないからこれは自分で描いたんですか？これはデザイナーさんに僕の元絵を元に描いてもらいました。あ前描いたやつもはいパッってなりますけど、あ、元々はこれだったわけですそうね。では判定を聞いてみましょうか。お願いします。判定をお願いします。こちらのデザインは、いけそう。マジっすか？衣装券ゲット。条件衣装券ゲット何？特許権と同じように新規性という新しいデザインかというところに絞って考えてみたんですけれども、クイズ用っていう用途があるので、ちょっとゲーム機の登録書、すでに登録になっているものっていうのをこう調べていったんですけれども、この早押しボタンがもう登録されているっていう事例がそんなに数がそもそもあまり多くなくってで、そのカウント機能がついてるっていうのもちょっと見つからなかったので、ちょっと見た目が時計とかに似ていますし、ストップウォッチとかとこう機能的には似ているのかなというところで調査範囲を広げていったんですけれども、やっぱり形がこれと似てるっていうのは登録されているものの中ではなかったと。助かったクイズで使われるボタンの歴史みたいなのを調べてみたんですけど、ちっちゃくて飛び出てるボタンっていうのが競技だとこういう形しているなって、そこがこう普通のストップウォッチだとやっぱりこういう形にはなってないですし、確かにあとやっぱりシャッターで閉まるっていうのもストップウォッチで時間が見れなくていいってことは一般的には考えられないので、今のところは新規性ありそうかなっていうところです。すごい。教室に楽しく遊べる学びを提供します。実現するってこと？実現したらねさあ、それでは最後ですね。山本さんが商標権ですね。はいおー商標権の判定員は斉藤さんです。よろしくお願いします。お願いしまちょっと仲良くしましょう。それで甘くなったりしないからでは、まず商標権というのは商標権っていうのは自分が作った商品とかサービスとかの、名前とかマークとかが他の人のものと区別するためのもの。す。おー。まずは自分の商品もしくはサービスがないといけないんですなんだよほとんどクイズノックなんだよなと思いながらはい1個見つけました、はいお山本チューブ。ああ久しぶりに見た。すごい。いつの話してる？まだある違うチャンネルのことですどうも山本です。始まりました山本チーム。本日まとめて覚えるのは日本人ノーベル化学賞受賞者。なぜかサービスを持ってる人だ。なぜかメンバーで唯一だもんね。本当に良かったなってということでマークを作ってきました。すごいおーこちらです普通にできてる。いいじゃん。かわいいガチで。すガチです。こだわりポイントございました。はいで山本チューブって暗記をするために忘れてたけど類まれなる。勉強チックな方がいいかなと思いまして、はいマーカーとかでねこう線を引いてるみたいはいはいはなデザインにしてみました。もう気づきました僕1個。こだわりポイントでしょう。はい MO 色変わってます。素晴らしい。よく気づいてくれました。なるほど、よく気づいたな。いやもう山本チューブのファンなんでキーワード分かってます。まとめて覚える MO がね山本の中にこう含まれてるんじゃないかと思いましたおー MO をこうそこだけ強調するという。はあ、なるほどね。この画像自体は自分の手で作ってるってこと？ 9割僕が作ったと言っても過言ではない。す本当に9割作って僕一人で考えるとちょっと心細かったんで、うんデザイナーさんに頼ったわけですよ、うん。ここはもうちょっと色を抑えた方がいいですみたいなアドバイスはもらったけど、このデザインはほとんど確かに、それだいぶ作ってるね。うんすごい。さあ、では商標権を取れるのかどうかですね、判定をお願いします。はい。いけそうです。そう
な。商標もですね様々な要件あるんですけれども、今回はですね、自分の商品サービスと他人の商品サービスを区別させる力、識別力があるかないかを、主に検討しました。なるほど。この識別力がそもそもないと、商標として機能がないんですね。またその識別力あるなしっていうのはお使いになる商品サービスによって、判断基準が変わってきます。で今回は YouTube のチャンネルとか使うということなので、インターネットを利用した映像の提供インターネットを利用した映像の提供しております。主な理由としてですね、ロゴマークの中にオリジナルの図形とかイラストとか、あとは一般的な文字とはちょっと違ったレタリングを施してるかなと思いますので、こういうのがあると基本的に識別力がありっていうふうに判断されるかなと。ただ今回、このロゴマークだけじゃなくて山本チューブっていう文字も識別力がありそうかなと。だいぶ強いじゃん。なるかも。よかった。ダブル商標。そのロゴマークとあとは文字だけで、それぞれ出願して登録するってこともできる。それがマジか。すげえ。もしこれ今のうちに申請して OK 出たら、今後他の人が山本チューブってやった時にダメだよって言える。権利行使できるっていう。行使します。ということで、見事3名がいけそうでございます。菅井さんは厳しいという判定でしたが、川村の方は特許権もいけるかもしれない。4つの権利全ていけるかもしれないという。まずいけそうでやっていけましたではないか。なんでちょっとこれ動画が公開されるまでの間にもう出願をしてしまいましょう。動画が公開されるとまずいのか。真似されちゃうとね、いけないんで。先に出しちゃいましょう。ということで今回皆さんに考えてもらいました、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、こちら4つまとめて産業財産権と言います。まとめて、こちらの制度はですね、新しい技術やデザインに独占権を与えて保護することで産業が発展していくことを目的に作られているんですね。それはだからせっかく思いついたアイデアも保護されないとすぐに真似されちゃったりするから、アイデアを長く使っていくためにはその産業財産権が必要ってことですよね。将来起業した時とか、発明したりした時とかは産業財産権について考えなきゃいけないってことだよね。そうね、確かに。ふとした思いつきも意外といけるかもしらんぞというね、今回よくわかりましたね。皆さんもいけます。山本チューブ取れるだろ。進歩性には気をつけてください。今回は特許庁さんとのコラボでですね、産業財産権のアイデアを考えてまいりました。いろんなのが出たし、いけるかもしれないので、あなたも思いついたことがあったらぜひぜひこれいけるんじゃないかなと調べてみてください。そして産業財産権についてもっと知りたいという方はですね、概要欄のリンクにありますのでぜひチェックしてみてください。また今回ですね JPO チューブさんの方でもコラボ動画上がってますので、そちらもぜひチェックしてください。さらにですね、今回特設ページがありまして、特許に関するクイズ解くことができますので、こちらもぜひぜひやってみてください。この動画ちょっとね有利になるんじゃないですか。覚えておくとつけた知識というのを使えると思うので、結構点数取れるかもしれません。挑戦してみてください。ということでチャンネル登録、高評価、質問、コメント、チャンネルよろしく。さよなら。今日の一問はこちら。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知もオンにしてください。概要欄から Twitter、LINE などぜひ登録してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。